地球の皆さんこんにちは、月9と申します。ウルトラシリーズの変身者とウルトラマンの関係性の基本といえば、第1話で主人公の青年の勇敢な姿勢を見込んだウルトラマンが体を借りて憑依して一体化して変身するという流れですよね。セブンやメビウスのような擬態型やウルトラマンの力が付与されている感じのオーブやダイナみたいな形も多く存在はするんですけど、初代をはじめとした一般的な憑依型の基本は先ほどのような流れですよね。そんな一般的な憑依型コンビの場合、だいたい1年とか共に戦って絆を深めていくというパターンがほとんどなんですけど、そんな中、知り合ってからシリーズが完結するまでの期間に一風変わった関係性を築いたコンビが3組ほどいるので紹介していきます。はい、まず1組目は記憶に新しいウルトラマンアークと変身者ヒゼユーマコンビです。2人の最初の出会いは本編開始のなんと16年も前です。モノゲロスとアークが戦いながら地球に落ちてきて、ユーマの両親が犠牲になってしまったあの事件の時ですね。この時ユーマはまだ7歳で、アーク、ルティオンですね。ルティオンを目撃したのがまさかのユーマだけという結構えげつない奇跡が起こって、この時にはまだウルトラマンの存在が世にバレていませんでした。ユーマが光の巨人に助けてもらったって言っても誰も信じてくれなかったんですが、実はこの時しれっとアークはユーマと一体化していました。とっさにユーマを助けるために一体化したんですけど、ゼズーゲートを封印する時にほぼ全て使い切ってしまっていたアークの体力を結果的に回復させることにもなって、その後16年も一緒にいました。ユーマはその間それに気づいていなかったんですけど、幼い頃に描いた絵とかを見るに一体化している影響はあるような気がしますね、無意識のうちに。昭和や平成のウルトラによくあった一体化した人間が超人みたいになる現象がユーマにもあったのか気になるところですね。ユーマはルティオンと一体化しているのを知らなかった都合上、ルティオンのことは本人から聞くまではほとんど何も知らなかったと思うんですけど、ルティオンはユーマのことを近くでずっと見ていたわけですから、真の理解者という感じですよね。想像力を解き放てっていうあのセリフもユーマならできるって背中を押しているみたいな気がして、関係性を知ってから見るとまたさらに素晴らしいセリフになりますよね。とはいえユーマの両親が亡くなってしまったのはルティオンとモノゲロスの戦いに巻き込まれてしまったからなので、仮にユーマの両親はルティオンが殺したんだという主張がもしあったとしても、誰も強くは否定できないとも思います。もちろんルティオンは自分とは全く関係がない、まだ縁もゆかりもない星であった地球を守るために来てくれていて、精一杯やった結果なんですけど、空からいきなり宇宙生物が2体降ってきて戦いを始めて、そこで巻き込まれてしまってという部分だけを見れば、先ほどのような主張も通ると思います。そんな中、素晴らしい関係性を築けたのはユーマの人間性、人間力の高さがあってのことですよね。作中でも乃木坂顔すぎるヒロイン夏目凛も言ってましたけど、そもそもあんなことがあったのにスキップに入ろうと思えること自体がすごいですよね。そんなルティオンとユーマ、素晴らしい2人が揃ってこそのウルトラマンアークと言えますね。はい、それでは2組目はウルトラマンタイガと変身者工藤博之コンビです。このコンビも付き合いが長いんですが、まずタイガは博之と出会う前にウルトラマンタイガという作品の舞台となる宇宙とはまた別の宇宙で中二病おじさんウルトラマントレギアにやられて光の粒子となって次元をさまよっていました。トレギアおじさんの絶妙な力加減すごいですよね。そして次元を超えてウルトラマンタイガの舞台となる宇宙にたどり着いて博之と出会います。その博之についてチート変身者参戦という過去の動画でもいろいろ話したんですけど、とにかくいろいろやばい人間なんですよ、この人。詳しくはこの動画で語っているので見てほしいんですけど、狂気じみた異常なまでの正義感と意志の強さに加えて、能力というかいろんな感覚が人間離れしているんですよね。大河と一体化する時もこの状況ですよ。これどういう状況かと言いますと、可愛がってペットみたいにしていたチビスケという名前の怪獣の子供を宇宙人にさらわれてしまって、空を飛んで逃げようとする宇宙人の足にしがみついてこの高さまで来ています。まず宇宙人にもっとビビれよ人としてっていうのもあるんですけど、この高さまでしがみつける根性、気合、筋力、全てが人間離れしていますよね。タイガもその強い気持ちに引き寄せられたとひろゆき本人に説明していました。
で結局この後宇宙人に落とされて、本当だったら高さ的に余裕のぶっちぎりオーバーキルだったんですけど、落ちる前にタイガと一体化してぬるっと助けてもらいます。ウルトラマン側は回復もできるし、人間側は命を助けてもらえるしで、さっきのアークコンビと同じウィンウィンでハッピーな一体化となります。でその後なんと12年もの間、ひろゆきは一体化していることを知らずにずっと一緒にいることになって、大河の1話で大河に話しかけられて、その存在を初めて知ることになります。その時も多少の驚きはあれど、割とすぐ大河を受け入れて普通に会話していたので、ひろゆきはやっぱりすごいです。大河は若いのもあってかなりフランクな性格で、ひろゆきとも対等な関係性を築いていって、さらに後から風磨とタイタスも追加されるという、こちらもかなり独特な関係性ですね。もともと3人で組んでいたトライスクワッドにひろゆきも加わって、精神的には同じくらいの年齢のそれぞれ出身の星が違うわちゃわちゃした4人組というかなり特殊な関係性です。4人でトライスクワッドとは状態になるんですけど、その辺はまあご愛嬌ということで。ちなみにひろゆきとタイガはグリムドとの戦いの後を分離して、今はそれぞれの道を歩んでいます。再会して再び変身する時がもし来たら、テンション上げ上げホイホイですね。関係ないですけど、12年という年月は人間にとってはかなり長いとはいえ、ウルトラマンにとってはそれほどではないというのは承知しているんですけど、太郎的にはその12年間どういう心境だったんですかね。はい、では最後3組目はウルトラマンコスモスと変身者春の武蔵コンビです。この2人は作中の西暦2001年、武蔵が11歳の時に出会います。嵐の中で一人でキャンプみたいなことをしていた小学生武蔵は、バルタン星人と激しい戦いを繰り広げながら地球に落ちてきて、ボロボロになったコスモスに呼ばれます。そして頑張って知恵を絞って光を集めて、なんと一人でコスモスを助けるんですよね。ものすごい小学生だし、超絶ウルトラファインプレーが過ぎますよね。これがなかったらレジェンドとかサーガもなかったかもしれませんからね。間接的に一体いくつの宇宙を救ったんだって話ですよね。そしてその回復させてもらったお礼に、コスモスは武蔵を手のひらに乗せて飛んであげるんですよね。その後再会の約束をしてからの一旦お別れまでの流れ、正直羨ましすぎてハゲそうです。ただその後かわいそうなことに、学校でウルトラマンなんかいるわけないと死ぬほどバカにされます。その後武蔵がコスモスを呼んで割とすぐに再会を果たして、コスモスがバルタンを倒した後、夢を諦めないことを約束して再び別れた後、8年が経ちます。その8年後というのがコスモスの本編で、作中の西暦2009年にあのカウスヘッダーが地球に飛来して、19歳になった武蔵とコスモスが満を持して一体化します。そしてカオスヘッダーとの戦いを約1年2人で乗り越えて、本編の最終回で一旦分離します。そして2012年のサンドロスとの戦いでもう一度一体化。そしてその後また分離。そして3年後のデラシオンとの戦いで再び一体化して、それ以降は基本的にはずっと一緒です。なのでファーストコンタクトからファイナルバトルまでの期間の14年間を分離したり一体化したりを繰り返しながら共に戦ってきたオンリーワンな特徴を持つコンビです。カオスヘッダーメビュート戦後やエタルガー戦など、コスモスが武蔵を救ったこともあれば、ファーストコンタクトの時やグローカーボーン戦など逆に武蔵がコスモスを救ったこともあって、ただ長いだけでなく本当にたくさんの戦いを歴代の他のウルトラマンと変身者にはない形で共に歩んできました。慈愛の戦士と怪獣の保護を主張する武蔵との相性も奇跡的ですよね。2人で意見が違って対立気味に話し合ったりするシーンもあったり、特殊かつ深い絆で結ばれたコンビです。はい、という感じで2人が出会ってからシリーズが完結するまでに16年以上、12年以上、14年以上と長いお付き合いだったウルトラマンと変身者のコンビ参戦という動画でした。シリーズが終わってからの期間込みなら、帰ってきたウルトラマンとゴーとかエースと北斗とかもう何千年も一緒にいますけど、そういうことではなくて、シリーズの最初から最後までの期間がちょっと特殊で長いお付き合いだったコンビを紹介しました。コスモスについてもっと詳しい活躍をまとめた動画も、タイガたちトライスクワッドの結成秘話の動画なども過去に公開していますので、概要欄に URL 貼っておくので、お時間があればぜひ見てください。それではご視聴感謝です。さよなら。